身長富士スイミングクラブのエスワです。前回の動画では水をかく時の肩の動きについて話をしてきました。肩の動きはなんとなく理解できたけどまだ進まないという方もいらっしゃると思います。その原因はもしかしたら水をかく時の手のひらの向きかもしれません。水をかく時の手のひらの向き、後ろにかくだけじゃないのという方も多いと思います。この後ろに向けてかくだけというところに落とし穴があります。今回の動画では水をかく時の手のひらの向きについて話していきたいと思います。最初に水をかくということについて話していきたいと思います。水の中で手を動かして水をかくと、水からはこの力に対して押し返す力が生まれます。この水から押し返される力を使って体を前に進めます。泳いでいる時に前に進みたい場合は、進む方向と逆の方向に水をかいていきます。そうするとこの力に対して反対側の力が生まれるので前に進むことができます。つまり進みたい方向と反対側、後ろに向けてかくんです。結局後ろに向けてかくんじゃんと言われてしまいそうですが、ポイントはかき始めの部分から水をかいてかき終わる最後の部分まで後ろに向けてかくということです。水をかき始める最初の部分は自分の目で手の形を見たり手のひらの向きを見てかくことができるので、最初の部分はしっかり後ろに向けてかけてる人は多いと思います。ポイントは水をかく後半の部分です。水をかく後半の部分は目で見て形を確認したり手のひらの向きを確認することができないので、自分の中でどちらの方向にかいているかというイメージを作ることが非常に大切になります。そして腕の動きでいうと、後ろに動かす動きと腕を上に上げてくる2つの動きを行っているので、この2つの動きが完全に混ざってしまうと水を上に押し上げるような形になっていきます。水を上に押し上げてしまうと逆に下に進もうとする力が生まれるので、泳いでいる時の体は沈みやすくなってしまいます。最後までしっかり水を後ろに向けてかくには、腕や肩などの動きに合わせて手首の角度を変えながらしっかり後ろを向き続けた状態で水をかけるようにしていく必要があります。今話したことについて理解できたという人はいるかもしれませんが、やはりどうしても目で見て手の向きを確認することができないのでなかなか分かりづらいと思います。そんな方にお勧めしたいのは、ワンストロークごと手を止めながら泳ぐ練習方法です。水のかき終わりで手のひらが上を向いてしまう方は、水を後ろに向けてかく動作と腕を上に上げる動作が混ざってしまっているので、水をかいた後に足の横で手を 2,3 秒
止めた状態をキープすることで水を後ろにかく動きに専念することができます。水をかいて 2,3 秒キックをしながらこの姿勢をキープしたら、次は反対側の手をかきながら入れ替えていきます。そしてまた 2,3 秒止めたら反対側の手をかいていきます。最初は 2,3 秒ぐらい止めた状態で水をかく方向が少しずつ理解できてきたら 2,3 秒から2秒、1秒、最終的には普段泳いでるリズムでもしっかり後ろにかけるようにしていきましょう。腕を速く回そうとすると後ろに動かす動きと上に上げる動きが混ざりやすくなってしまうので、練習の時はまずはゆっくり丁寧に水をかいてしっかり後ろに向けてかけるように練習を頑張ってください。では今回の動画はこれで終わりになります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。